ピエロの相性ティア表を作ろうということでどうもあれです。今回はね、闘牛士が来たということでね、最新版のピエロの相性ティア表をね、作っていきたいと思います。はい。それではやっていきましょう。はい。ということで評価についてなんですけど、そのキャラクター、サバイバーがある程度ピエロに対する知識を持ってるってね、仮定してね、評価していきたいと思います。はい。例えばなんですけど、幸運寺の場合、初手、ボールや懐中時計を拾うんじゃなくて、ステッキや香水を使った方がピエロのダッシュ止められるから強いよねって感じだったり、曲芸師だったら狭い場所に赤玉を置けばダッシュが止められる。呪術師だったら3スタンでダッシュ止めるよりも1スタンで止めまくった方が強いっていうね、最低条件、ピエロに対する立ち回りをある程度分かっているっていうね、点で評価していきたいと思います。はい。はい、ということでやっていきましょう。評価はね、5段階評価となっております。一番上から番候補、そしてマジ無理、そして無理、そして普通、そして大丈夫って感じでね、5つに分けてね、評価していきたいと思います。はい、じゃあ、まずは幸運寺から。幸運寺は、無理に置いとこうかな。これ正直普通か無理迷ったんだけど、初手もね、必ずダッシュ止められちゃうし、だからといってね、放置したら、どんどんね、解読もね、ロボで回っちゃうし、かなりね、今時きついかなーって感じなんで無理に置いておきます。はい。続きまして、医師。医師は、迷う。ここなんだよね。このマジ無理か無理の2択なんだけど、マジ無理に置いていいかな。マジ無理に置きます。はい。あとね、左右差はありません。そしてね、あくまでね、俺の個人的評価なのでね、そこはね、ご了承ください。ということでね、医師はマジ無理に置いとこう。とにかく回復が強い。全体負荷がしづらい。ファーストチェイスも、筋肉増強剤みたいなののおかげで、必ずと言っていいほど、1回は回復されちゃうんで、ファーストを追ってもかなり伸ばされちゃうし、後半追わなかったとしても全体負荷ができづらいよねってことでね、医師はマジ無理に置いておきます。はい、そして弁護士。これは大丈夫でしょう。弁護士はただ解読が早いってだけなんでね、全然大丈夫です。はい、泥棒。泥棒も、正直大丈夫かなけど、スキル止められちゃうって点がちょっと嫌かもしんないけど、これはさすがに大丈夫でしょう。そして庭師。庭師は加護あったとしても、やはりね、チェイス能力がマジであんまりないんで、そしてね、かといってね、椅子粘着が強いかって言われると、ピエロに対してはそこまで刺さらないかなーって感じなんでね、庭師は普通ら辺に置いときます。さあ、曲芸師。曲芸師も普通かなー。極限ダッシュ止められる手段も赤玉だけなんでね。赤玉も10秒から10秒か8秒だっけ。立てばその場所も通れるようになるし、赤玉で止められたとしてもね、パーツ戻ってくるんで、そしたら極限師も全然置いちゃうかなって感じで普通に置いておきます。マジシャン。マジ無理かな。マジシャンバンするっていうのはあんまりね、考えたくないんで、俺はマジ無理に置いておきます。とにかくステッキーがピエロに対して強いよねって感じで、冒険家。もう個人的には無理に置きたい。冒険家だってダッシュ中見つけらんないもん。けど、普通かな。冒険家大体6持ちが多いんだけど、6持ちでね、2回目かな。2回目救助に来る場合が、かなり多いんだけど、冒険家が救助来てくれる場合はね、大体ダブルダウン取れるんでね、冒険家は普通に置いときましょう。傭兵は、大丈夫。ピエロにとってやっぱ傭兵は楽ですね。やっぱり肘当てしかないんでね、ダッシュ止められる手段がないんで、ダッシュね、回復時間も遅いんで、ドリルつけてしまったら、傭兵ももう一生起き上がれないよってことで、これは全然大丈夫に置いておきます。祭司。無理かな。アップデによってピエロのパーツが返ってくるようになってから、やっぱ祭司はかなり追いやすくなったかなと思います。それでもね、やっぱり、ダッシュ止められちゃうっていうのは変わりないんで、祭司は無理に置いておきます。空軍。
まあ無理かな。やっぱり10っていう存在がでかいよね。まあ、ファーストチェイスにおいても10当たっちゃうと、まあ、最低限伸ばされちゃうし、救助盤面もね、まあ、10打たれたら絶対にダブルダウン取れないよってことで、まあ、空軍は無理に置いておきます。はい、義士。はい、この子は強すぎます。番候補です。はい、もう義士はもうロボが強すぎる。回復も解読も何でもできちゃう。ロボは番候補です。はい、ちなみに俺は全マップバーンしております。はい、オフェンス。オフェンス無理か普通どっちかだな。まあ、普通に置いておくかな。いや、待って、これ迷うな。オフェンス普通か無理どうしよう。もう決めとけよって話なんだけど、さすがにこのね、サバイバーのキャラの数をね、最初に決めておくってのができなくてね。まあ、オフェンスはまあ、むずい、これは。オフェンスとかもう極端なんだよね。めっちゃくちゃうまいオフェンスは無理に入るけど、まあ普通のオフェンスは普通かなって感じで。まあでもね、まあ普通に置いとこうか。まあボールしかないんでね、オフェンスは。まあ確定球がめちゃくちゃだるいってのもあるけど、いや、ごめんなさい。これオフェンス無理に置いときますね。やっぱ確定球の嫌さがでかすぎる。そしてね、ダブルチェイスも強い。パーツ巻いてる最中にタックルとか来ちゃうと、パーツ巻いてる最中のスタンはパーツが返ってこないんで、まあそういうことしてくるオフェンスだとね、めちゃくちゃきついかなって感じで無理に置いときます。心眼、大丈夫。まあ心眼はね、まあ板乗り子や窓乗り子やも遅いし恐怖取りやすい。まあ隠密されたとしても冒険家みたいにちっちゃくなれるわけじゃないんでね。まあ、ある程度探しやすいかなって感じで、まあ大丈夫に置いときます。調光師ね、意外と俺は無理だと思います。はい。調光師はシンプルにやっぱ香水が強い。3つ持ってるのが強い。戻った時に 2秒だっけ無効か。2秒間1ダメージ無効は強い。はい。調光師はね、何気に俺苦手です。てか、ピエロは調光意外とね、きついと思います。無理に置いときます。カウボーイ大丈夫。まあ、カウボーイは、俺は全然終えるかなって思いますし、まあ、粘着もあんまり強くないかなって感じで、まあ、カウボーイが粘着に来た場合は、全然カウボーイダウン取りに行けちゃうレベルなんで、カウボーイね、ダッシュ止める手段、まあ、大体フラホなんでね、フラホしかないんで、まあ、フラホ避けちゃえば、カウボーイ本当に粘着来たとしても、まあ、負傷を広げられるし、なんならダウンまで取れちゃうしで、まあ、ピエロに対する強みっていうのは全然ないかなって感じで、大丈夫に置いておきます。踊り子。まあ、大丈夫。まあ、踊り子もね、まあ、フラホも持ってるんでね、まあ、フラホで止められちゃうってあるし、まあ、青オールゴール、赤オールゴールでね、自身の強化やハンターにね、デバフを与えるんですけれどもね、ピエロ傲慢持ってるんでね、減速効果っていうのがあんまり受けにくいんですよ。なので、踊り子は大丈夫に置いておきます。占い師。まあ、普通よりの無理よりの普通よりの無理よりの普通にしておきましょう。まあ占い師もね、やっぱ苦手方がね、いると思うんだけど、俺も昔までめちゃくちゃ苦手で、ずっとバンしてたんだけど、バン外してからやっぱそこまでね、占い師があんまり強くないってことがね、分かったんでね、袋をつけられても、まあ全然、大丈夫かなーって思うね。まあ正直占い師がいる場合は初手追ってるんだけど、初手追っちゃえば、袋を割いたとしても全然早めにダウン取れるんで、それでね、板窓速度も遅いし、まあ、ピエロに対して占いが袋を貯めるっていうのも難しいんだよね。ピエロ大体ダッシュで追ってくるから、そのダッシュでもうピエロを見続けるっていうのもね、かなり難しいと思うんで、まあ、占いは普通よりのやっぱもうごめんなさい、無理にしておきます。はい。脳幹視。まあ大丈夫かな。まあ初手脳幹を置いて、まあ脳幹されたとしてもダッシュでね、全然脳幹場所に追いつけるし、まあ脳幹自体にね、チェイス性能が全然ないんで、まあピエロは脳幹は全然脅威じゃないかなって感じで、炭鉱車。炭鉱車は、まあマジ無理か無理なんだよね。まあマジ無理かな。いやここ正直迷うけど、
無理かマジ無理で迷うけど、まあ単行者はマジ無理にしとこうかな。まあやっぱり磁石つけられちゃうと、その引き離しだと相打ちできるんだけど、その引き付けだと、まあ、必ず止められちゃうんで。でね、大体ピエロのこと分かってる単行者はね、狭い場所に、もう一方通行の場所に磁石を置いて、必ず磁石を踏まして、必ず止めてくるとかあるんでね、きついかな、まあ普通に。そしてダブチ性能もめちゃくちゃ高いんで、そして粘着も強い。解読も100属。まあかなり嫌かなって感じなんでね。まあマジ無理に置いておきましょう。そして呪術師。はい、番候補です。はい、このキャラはもう説明しなくても大丈夫です。はい、最強です。本当に最強です。野人。マジ無理。まあ野人もね、マジ無理だね。これはもう一択だね。強いね。やっぱりイノシシに乗られちゃうと、やっぱピエロどうしようもなくて、もう本当にきついです。風船粘着もピエロ本当どうしようもなくて、めちゃくちゃきついです。一等航返し、大丈夫です。はい、これはもう懐中時計使ったとしてもね、もう余裕で終えちゃうし、90番面もね、椅子前待機しておけば、まあ、安定して1ダメージ与えられるんでね、まあ、ここは大丈夫に置いておきましょう。バーメイド。まあ、無理かな。バーメイドやっぱね、ドリルの効果を無視できて回復できるっていうのも強いしね、まあ、自分を追われたとしても、ピエロはね、バーメイドを回復させずにダウン取り切るっていうのがやっぱ難しいから、ダッシュのクールタイムがあってね、やっぱダッシュ以外でね、ピエロダメージ与えられるのが難しいんで、やっぱバーメイドは1回必ず回復されちゃうって考えると、やっぱ無理に置いておきましょう。ポストマン。まあ、普通かな。まあ、ワンチャンでね、止められちゃうってのもあるけど、まあ、ワンチャンで止められたとしても、まあ、すぐダッシュの溜まるし、推進機巻かなくても、まあ、ポストマンのダウンは取りに行けるかなって感じで、普通に置いておきます。まあ、やっぱり解読家族の手紙とか、ハッチの手紙とかは強いよねって感じで、墓守。マジ無理です。はい、墓守もめちゃくちゃ強い。自分が追われたとしても、やっぱ潜っちゃえばピエロのダッシュ止められちゃうし、まあ、椅子前まで安定に救助来れちゃうから、まあ、通常攻撃からのダッシュで、救助狩りっていう点も難しいし、やっぱ墓守はね、かなり強いかなって思います、ピエロに。囚人。無理。囚人も強い。ビリビリはね、ダッシュ止められちゃうし、やっぱ後半のね、伝送も強い。まあ、囚人が安全なポジション、強ポジとかにいて、そこで伝送を送り続けて解読し続けるっていうのがね、かなり強くて、まあ、囚人もね、無理、マジ無理らへんかなって思います。昆虫学者。これは正直番候補かな。まあ、昆虫学者番候補かな。まあ、番候補かマジ無理らへんで、まあ、番候補マジ無理かなって感じです。はい、まあ、昆虫学者はもう言わずと、もうね、もうピエロメタキャラです。強すぎです。画家。まあ、無理に置いておきましょう。まあ、画家もね、絵で確定で止められるっていうのは、まあ、かなり強いかなって感じなんで、まあ、画家は無理かな。バッツマン。マジ無理。まあ、弾が強い。とにかく。とにかく強い。粘着も強い。ダブチェも強い。ファーストチェイスも強い。強い。とにかく強い。はい、おもちゃ職人普通。まあ、強化でね、全サバイバーがおもちゃ職人のアイテムを拾えるようになったっていうのがかなりめんどくさいけど、正直運要素が強いんで、まあ、懐中時計だったら楽だし、逆にね、まあ、香水でも、香水はあるんだっけ、まあ、ステッキはきついかもしんないけど、まあ、肘当てとかだったら楽だし、みたいな感じで運要素が強いし、まあ、おもちゃ職人自体はね、飛ぶだけなんで、飛ぶだけだとピエロは全然余裕で追いつけちゃうんで、ここは普通です。はい、患者は余裕です。はい。まあ、これは距離取ったとしても、すぐ追いつけちゃいます。なので、これ。はい。心理学者、普通です。とにかく、まあ、体力3つっていうのがね、強いよね。まあ、ただそれだけかな。心理学者は、体力3つが強いって感じで、まあ、感情転移もまあ強いかなって感じで、まあ、傭兵心理学者とかだったら、だからオフェンス心理学者だったら、まあ、感情転移して2回救助来れますとか嫌だけど、まあ、心理学者自体にね、チェイス性能がそこまでないんで、まあ、普通に置いときます。小説家。迷う。
ここ迷うな。マジ無理か無理の間なんだけど、ここら辺なんだけど、まあ、小説かマジ無理らへん。いやー、すいませんね。正直俺は小説家は無理だな。マジ無理まではいかないな。まあ、小説家苦手って方もいると思うんだけど、まあ、一回は確定で止められちゃうんだけど、まあ、そこからピエロのダッシュだけで追えば、そこまでね、貯められるっていう心配もないんで、まあ、無理に置いとくかな。けどやっぱり小説家対処法が難しいよね。ある程度慣れちゃえばね、あまり貯めさせないで追うっていうこともできるんだけど、まあ、マジ無理らへんに置いておきましょう。そして少女。まあ、普通かな。まあ、少女なんだかんだね、きついんだよね。少女は普通にきついです。かけらでダッシュ止められちゃうんで、まあ、きつい部分はあるんですけれども、まあ、正直かけらは避けられるんで、まあ、普通かなーって感じです。泣きピエロ。これは、俺の個人的な泣きピエロの評価だとしたらここです。はい。俺のメタキャラは泣きピエロです。はい。泣きピエロ俺本当に嫌いです。はい。もうダッシュ、まあロケットで確定で俺無傷救助されます。はい。無傷救助最強キャラなんでここなんですけど、まあ、ディア表を作るとしたら、さすがに俺個人の評価をどんどんと入れまくるのは良くないから、まあ無理に置いておきましょうかな。まあやっぱりロケットが強いよね。ロケットでダッシュ止められちゃうし、まあ逃げる、距離を取るっていう点でね、ロケットダッシュ使ってくれるなら全然いいんだけど、まあピエロのことを理解してると、やっぱピエロに直接ロケットを当ててくるっていう泣きピエロがね、多いんでね、やっぱ評価は無理かな。まあ救助の盤面もね、ロケット当てて無傷救助っていうのが俺 100% されるんで、無理に置いておきましょう。教授はまあ、ピエロに対する手段何も持ってないんで余裕です。コット賞。まあ、マジ無理かな。結構きついね。やっぱりミセップとかでね、コットー賞の賞与系とかあるけど、まあ全然コットー賞きついんで、それでも。まあマジ無理かな。まあチェイス性能も高いし、粘着も強いし、ダブチャも強いし、解読100族だし、まあ弱い理由がないよねって感じでマジ無理です。作曲家。まあ大丈夫かな。まあ作曲家のスキルも距離離すだけなんでね。まあ推進機を巻いとけばまあ余裕で終えちゃうよって感じで、作曲家は大丈夫です。はい、記者。はい、君は番候補です。君は強すぎです。記者だけは許さないようにしましょう。このキャラは最強です。対ピエロ最強キャラです。エンジニア。まあ俺はエンジニア普通かな。普通か無理。まあ普通に置いておきましょう。いやでも普通、まあキャラ性能が高すぎるって点で普通に置いとこうかな。普通じゃない。無理に置いとこうかな。やっぱエンジニア性能が高いよね、とにかく。救助できます。チェイスできます。解読早いです。まあ、ピエロに対する手段はそこまで強くないんだけど、やっぱりキャラパワーとして、とにかく強いかなとは思うね。まあ一応ね、対空でピエロのダッシュ止めることができるし、まあ、救助もね、対空使っちゃえば安定して椅子前まで行けちゃうし、まあやっぱり強いかな。やっぱキャラパワーがエンジニアは高いね。応援団。まあ普通かな。まあ応援団もなんだかんだ嫌いなんだよね。やっぱり、ピッピーで移動速度上げて安全なポジションに行くとかがね、かなり強くて。まあ激励、ピピッつってね、他のサバイバーのクールタイムを短くすることができるんだけど、それもなんだかんだ嫌だ。強いよね。けどまあ、そこまで脅威に感じたことはないんで普通に置いときます。人形師はマジ無理。こいつ強い。番候補とマジ無理の間ぐらい。いや、強い。最近人形師も6持ちなんだけど、まあ6持てるし、チェイスも強いし、解読もまあ100族だし、とにかくやっぱり、ルイになれるのが強すぎるね。ルイになって、まあ、1.5
ダメージ無効化できるんだけど、恐怖も耐えられるし、ルイの時間も長いし、やっぱピエロは人形師かなりきついかなって思いますね。火災調査員。無理かな。やっぱボールが強いよね。狭いポジションにボールを置かれると、それだけでダッシュ必ず止められちゃうし、火災調査員チェイス能力も高いし、やっぱ狭い場所にボールを置くっていうのがとにかく強いよねって感じで、火災調査員無理です。レディファ。普通かな、余裕かな、大丈夫か、普通の間だね。けどそれでも解読がとにかく早いってのと、やっぱチェイスもやっぱ慣れてる、ピエロに慣れてるレディーファウルだとすっごい上手いんだよね。透明化が上手くて、なんかすんごい端っこに挟まってダッシュ受けないとか、なんかすごいね、隠れ方っていうか、もう判定理解が上手で、レディファウルかなりね、嫌なんだよね。けどピエロは普通かなって感じで、普通に置いておきましょう。騎士。普通かな。予見でダッシュ止められたとしても、やっぱり騎士はそこまで強くないかなって感じで、騎士は普通かな。普通ですね。気象学者。迷う。マジ無理か無理に迷う。無理。無理にしよう。やっぱり風が強い。ジャンプが強い。回復も強い。解読も早い。やっぱり気象学者もね、バランスよく最強ってキャラクターだよね。けどやっぱり、強いね。強い。ごめんなさい。気象学者マジ無理に置いとこう。いや、無理だね。無理。気象学者は無理だ。無理に置いときましょう。はい、指使い。はい、マジ無理。こいつは強い。こいつは本当に強い。粘着強い。粘着は強い。解読も早い。ダブチェ強い。ダッシュも止められる。もうこいつも最強です。はい。人によってはバン候補まで上がってくるかなと思うけど、俺はマジ無理らへんかな。バンするほどではないかなって感じだと思います。はい。ハゲ。君はバン候補です。はい。椅子移動が強い。1打目無効が強い。霧も強い。やっぱピエロはね、きついんだよね、脱出マスターがとにかく。なのでね、バン候補を置いておきます。昔は俺脱出マスターバンしておりました。幻冬士。無理。幻冬士は無理です。強い。いや、幻冬士は普通。いや、無理。幻冬士は無理ですね。はい、強い。やっぱり強い。解読をね、仲間の解読を早くすることもできるし、ダッシュ、ピエロのダッシュはね、フラホで消せるんだよね。やっぱそれがきついかなって感じなんで、無理に置いておきましょう。そして最後、闘牛士。闘牛士は無理。はい。俺闘牛士マジ無理かバン候補かなって思ってたんだけど、これ闘牛士ね、相打ちができるっぽいんだよね。ピエロのダッシュと闘牛士のマントでなんかかなり相打ちになるっぽくて、だからね、そこまで意外と脅威じゃないのかなってなって、闘牛士は無理に置いときましょうかな。ということでね、今回はピエロの相性ティア表でした。いや、かなりね、こうやって見た感じ、いいティア表が作れたんじゃないかなって思いますね。はい。ということでね、自分的にはこのキャラがきついんだよなとか、自分的にはこのキャラ余裕なんだよなとかね、ある方がいたらね、ぜひともね、コメントで教えてほしいです。ということでね、今回はシーズン41かな今、シーズン41のね、サバイバーピエロの相性ティアリストでした。ということで、じゃあ、またね。